皆さんこんにちは、ドラ旅です。今回も福岡県北九州市の門司区、門司港レトロ地区を旅します。前回の動画では、これぞ門司港レトロっていう王道スポットを巡りました。門司港駅、旧門司三井クラブ、焼きカレーに関門海峡ミュージアム、夜のイルミネーションも見たんですが、まだまだありました。港以外にも穴場があることをご存知でしょうか。今回も門司港レトロがなぜ人々を引きつけるのか、その答えを一緒に見つけていきましょう。このチャンネルは車で西日本を旅するチャンネルです。気になる方や応援してくださる方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。車を門司港駅の近くに駐車しました。実はここは周辺と比べて駐車料金が安くて散策にも便利なんですよね。ただ収容台数が少ないのが気になります。駅前を過ぎてプレミアホテル門司港の方へ向かいました。こんな素敵な駅前が他にあるでしょうか。浜風の冷たさを静かに感じます。今気づいたんですけど、駅周辺は電線が少ないんですよね。最初に訪れたのはカフェリベルテ。知らなければ通り過ぎてしまいそうな隠れ家のようなカフェ。開店まで少し待ってみました。店内は白とベージュの柔らかい色合いと木の家具、アンティーク雑貨が調和しています。座席は少なく 2,3 人しか座れない席がほとんどでした。苦味酸味を抑えたマイルドなコーヒー。この器がまた可愛いのです。やってきたのがこのお店のコンセプトに完璧に合っているこのケーキです。クイーンルージュは甘さが強く香りも豊かなブドウです。レアチーズの柔らかな酸味とミルキーさ、赤いフランボワーズソースの組み合わせは美味しすぎました。続いてはドレスのようなケーキがやってきます。レンゲ蜂蜜と特製クリームを重ねたレアチーズ。これクリームもレアチーズの味がして全部甘酸っぱい。そこにみずみずしい洋梨の食感。気づいたらなくなってました。美味でした。カフェの雰囲気が好きなら淡色アンティークの雑貨はどれも欲しくなります。リベルテというのはフランス語で自由という意味。その通りゆったりと過ごせるカフェでした。接客も程よい距離感で自然と居心地の良さを感じます。見えてきた青い橋はブルーウィング門司。対岸までの長さは108メートル。
行った時にちょうど封鎖されて開業されようとしていました。所要時間は4分です。Ladies and gentlemen、108メートル。ホテル側がおよそ24メートルの宮橋。旧門司港間側がおよそ14メートルの小橋です。左右の橋の長さが違いますね。まるで壁のように跳ね上がっていました。그리고 천막이 정박되어 있는 쪽門司港レトロを象徴するような建物。これが旧門司税関で貿易港としての繁栄を象徴するような税関庁舎です。かっこいいですね。1階はカフェとか展示されたものが多くあって、2階はギャラリーとか展望スペースがありました。これはベンチで、こう見えて意外と座り心地良かったんです。個人的には3階の展望台がおすすめです。こういう感じの階段とか大好きです。さっき渡った橋と海が見える展望台でした。海峡プラザは東と西に分かれていて、食事とお土産はここで全部揃います。建物の端にあったのがコーというデニッシュワッフル専門店です。入った瞬間に焼かれたワッフルの香りが前から漂ってきました。店内は窓が広く開放的。注文したらすぐに焼き上げて、できたら順番に呼ばれます。
デニッシュというのはバターを何層にも織り込んで焼いたサクサク食感のパンのことです。美味でした。次は九州鉄道記念館に向かいました。国道3号線から入るようです。屋外の車両展示場は九州で活躍した9台の車両が並んでいました。圧巻の空間ですね。車両展示場の上には本館が見えてきます。1階には客車やショップがあって、2階には九州の鉄道の歴史が分かりやすく展示されていました。
来館者は男性ばかりかと思いきや、家族連れやカップルなど男女半々くらいの人がいた印象です。記念館は約1時間30分ほどで見れました。鉄道にあまり詳しくなくてもすごく楽しめる展示でしたね。次は駅から少し離れて北へ向かおうと思います。門司港駅から車で10分、メカリ神社にやってきました。九州の最北端にあって約1800年の歴史がある由緒ある神社です。鳥居は直接海に面していました。滑りそうな石階段だったのでちょっと緊張感があります。さらに奥に行くと眺めのいい鳥居もありました。メカリ神社は1336年に足利尊氏が社殿を造営しているそうです。鳥居と関門橋が並び、ここの眺めが最高でした。景色目当てで来る人も多いかもしれませんね。御朱印もいただけました。次は今来た道を少し戻って山へ上がりました。一方通行のメカリ公園を進んだ先にはメカリ第二展望台があって、関門橋と関門海峡が一望できる絶景がありました。さっきまでいた門司港、メカリパーキング、遠くは小倉から彦島からと、そして壇ノ浦まで見えましたね。最後は九州最北端の記念碑があるそうなので行ってみることにしました。ノーフォーク広場という公園の中にそれはあるそうで、何もわからず駐車場から歩いたらすぐにありました。
夕日が綺麗でしたね。この場所が九州の最北端にあるかは違う気もするんですが、これで九州の北と東を制覇しました。残りは西の長崎と南の鹿児島ですね。楽しみです。さあ、いかがでしたでしょうか。明治大正の建築遺産が今も息づくこの町。映画を誇った時代の建物に触れながら、いつの間にかその時代に自分が身を置いているような感覚になります。日本の中でこれほど大正ロマンが似合う街は他にないのかもしれません。そこに関門海峡という大きな舞台が加わり、食も景色も体験も幾重にも重なっていく。多くの人々を引きつける答えは、この街そのものが一つの物語になっているからなのかもしれません。今回の動画が皆さんの旅の参考になれば嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の旅でお会いしましょう。またね。